日本で最も美しい村、新庄村。出雲街道を歩いて日本の美しさに出会う旅。向こうに津山城見えますね。すごくない？すごい。石垣3段くらいになってない？めちゃめちゃ立派だね。すごいかっこいい。今日はね、ちょっとこの津山をスタートして、出雲街道を西に進んでいくっていう旅をする。出雲街道？島根つながってる。こう岡山県内の出雲街道を西に進んでいく。目指す先は日本で最も美しい村。多分日本で一番美しい村いくつかあるんだけど、矛盾してんじゃねえか。日本で最も美しい村だそうなんだけどいくつかあるんだよ。そのうちの一つここ津山城やね。入り口。すごいね、ほら、石垣。すごい。津山市のシンボル、津山城。ゴリゴリに要塞化した見事な石垣が現在も残っています。この石垣でボルダリングやったらちょっと楽しそうだよね天守閣はもうないけどさ。ないんだ。石垣がすごい。石垣だけでも一見の価値ある。もう葉桜ね。津山城は桜の名所100選にも選ばれています。ここは頂上ですね。津山城って足り。すごい綺麗じゃん。津山の町。津山町大きいな。ここあの橋を渡ると、ちょっと旧市街みたいな。そうなんだ。そう、古い町並みが残されてるんだって。じゃあ行く？すごい、ここ江戸時代だこの道がさ、出雲街道でしょ。ここはずっと出雲まで続いてる。すげえ。これ登れんの？これ登って鐘鳴らすんじゃん。だよね、当時の人は。宮蔵的な。怖すぎるんだけどこの辺にカフェあるんだよね。そうなの？あれじゃないあれ。もともと銭湯だったのかな。これカフェなの？で、多分銭湯の中みたいなとこでもコーヒー飲んであげる。そうなんだ。入りたかったな。今日は春休みだって。残念。レストランやってるかな。オリーブ食堂？これから開くんじゃない？この匂いするってことは。すごい並んできたんだよ。多分人気なんだね。人気なんだよ。問題。この木は何の木でしょうか？ペペロニア。違う。オリーブだよ。そっか。ヒントをものともせず不正解だったんで。そうだ。こいつとお肉大きい。大きいね。できますね。柔らかい。ビーフシチューもやばい。まろやか？じ
確かにこれ幸せって感じ。幸せって感じ。あ、この辺のね住宅なんか見れるっぽいわ。あ、そうなの？ここかな。ここかもね。うん。でもこれバリケードやってるよ、バリケード。うわ、なんかすごい。すごい立派なうん。お屋敷。どこから入るんだろう。内見しようか。ここすごいね。なんかここの家すごいね。うん。センス感じる。センス感じるよね。あ、なんかこのね欄間もねすごいおしゃれだなって思ったの。ああ、これね。うん。あ、いいお庭ね。がよく見える。ここかなりいいね。ここに決めちゃう。ここに決めようかな。内見内見。駅もちょっと駅もちょっと白っぽいね。ね意識してるよね。うん。津山からうん。中国勝山かな。中国勝山。勝山ってとこに行く。出雲街道の宿場町として栄えた勝山。町並み保存地区には武家屋敷や昔ながらの酒蔵が残っています。静かな宿場町って感じです。いい。この道も出雲街道ってこと？そうだね。じゃあ津山からさ出雲街道歩いてきたらここに着くってことだよね。そうだよ。で、しかも昔の人はそうしてたんだよね。あ、そう。やっぱ出雲街道沿いは古い町が残ってんだね。ね。うわ、いいね、街並み。ね。うん。武家屋敷。あ、この上。そうなの？うん。でもなんかさ、カフェっぽくない？ほら、ロマン亭。あんなとこに店がある。なんか街の雰囲気いいね。なんかすごいね。うん。あ、水もすごい綺麗じゃない？見て。水の食いつきいつもいいですよ。すごい綺麗。でもこれすごくない？綺麗だねう。ん。ヒルゼンジャージー牛のクリーンブリュレ、ジャージーコンボ。ジャージーコンボです。ね。でもさジャージー牛のカフェオレとかつけられたらもう飲みたいよね。飲みたい。お、綺麗だね。なんかいいな。この壁と合うね。うん。のれんかわいいね。あれののれんの街なのかな、ここ。何そののれんの街。あるよ、のれんの街って。そうなの？軒先を飾る色とりどりののれん。勝山はのれんの町としても知られています。のれんの街って知らなくても、あれのれんおしゃれだなって気づくよね。もうちょっと感覚の鋭い人ならすぐ思う。自分を感覚鋭いって言いたげですね。あ、いいね、ここも。のれんくぐるときに言いたいセリフ何？やってるかい？そうそうそう。大将やってる？
のれんくぐりながら言いたいセリフナンバーワン。今からこうタクシーが来てくれるって。ここから新庄村までどんぐらい？15分ぐらいだから。へー、タクシー以外だと難しいの？いや、なんかねコミュニティバスとかもあんだって。1日何本か出てるけど、それで時間決まってるじゃん。あおお、着いた。日本で最も美しい村、新庄村。宿場町を彩る凱旋桜は、明治時代日露戦争の戦勝記念に植えられました。わ、すごいね。この桜並木は本当にすごいな。日本で最も美しい村って何やろうって思っちゃうけどさ、しかも日本らしさがあるよね。ある美しさだね。本陣佐藤邸。かつて大名たちが泊まった宿場がゲストハウスとしてよみがえりました。すごいでしょ。すごいね。まだねオープンしてね1ヶ月経たないぐらいじゃない？経ってないと思うよ多分。だってここ本陣でしょ？だから300年くらい歴史あるんじゃないの？オープンしてから。実質的な意味では本陣だから300年くらい経ってるけど、一回休業してた期間があるってことか。数百年。ちょっとご飯食べに行こ行きますか。ね。あんまり食べるとこないんだよね、新庄村はね。そうちょっと何やっけ、道の駅があるから、そこでねちょっと食いたいのがあるんですよ。何？お楽しみ。楽しみ。凱旋桜新庄宿。ここでご飯食べれるでしょ。何食べんの？あ、これだ、牛餅。牛餅？何牛餅って？牛丼にお餅が入ってるんですか？そう。そんなのあるんだ。夜綺麗っすね。綺麗だね。雪みたい。あ、そうだね。日本人って昔から桜が好きすぎて、毎年誰かが日記とかに桜が咲いたって書くから、過去1200年分の開花データがあるらしい。そうなの？タンパク質取ったみたいよ。明日もチャリだし。この辺なんかさ、来る時も周り綺麗だったじゃん。ちょっと出雲街道を通って、明日チャリで行きたいなと思って。舞ちゃんちょっと病み上がりやったじゃん。心配してたけどさ、もうめちゃめちゃ元気じゃん。めちゃめちゃ元気と違いますけどね。まだ体力が戻ってない。先輩ちょっと自分に無理させると傾向ありますよね。人の便意先輩無視しがちですよ。その割に自分の便意には敏感ですよね。いやとにかく元気になってよかった。綺麗な朝だね。すごい綺麗。今これ桜満開じゃん、この季節。で夏になると
っと緑のトンネルになって、秋になると紅葉で、冬になると雪が積もるんだよ、この村。なるほど、オールシーズン隙がないってことですね。そう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 。ミニチャイうまい。うまいね。あ、こっちもさ、昨日来た時より桜ピンク色に咲いてきたの。しだれ桜。こっちのはちょっと遅いんよ。来週じゃない？毎回。新庄村に乾杯。ここでレンタルサイクルできるっつうね。あ、桜屋さん？そう。このまま出雲街道沿いを三鴨宿の方に向けて走っていく。あ、鯉のぼりすごいじゃん。わ、綺麗だね。鯉のぼりと桜。なかなか見れないよ、鯉のぼりと桜の景色って。いや、春のサイクリング最高だね。一番気持ちいいね。子玉の声がする。森が綺麗な証拠。もののけ姫気分ですね。うわ、綺麗。あの橋渡ってさ、宿場町の中入ろう。すごい気持ちいい。この景色見ながらのアイスコーヒー最高じゃない？ 500円安いよ。やっぱそうだよね、この場所で。散る桜、流るるままに春過ぎる。川要素も流るるままにっていうところに込めてみました。え？やってんの？あ、やってる。10割そばだって。10割そばだよ。うん。なんか三鴨でそば粉生産してるっぽいね。あ、そうなの？うん。だから10割そば。10割そば出てる。うまい。そばの風味が広がりますね。あったかいそばと冷たいそばってさ、どっちが好きな人多いと思う？高いそば。本当？うん。私冷たいそばだと思う。本当？でもここの山かけめっちゃうまい。私若干あったかい方が好きなんだよね、そば。本当？うん。山かけと合うね。